皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は5月歌舞伎座、2日目です。菊五郎さん、菊之助さんの襲名披露公演です。今月は私の住んでる鎌倉にちなむ演目も多いんで楽しみです。さあ、それでは、たくさんの人がいて賑やかですけども、襲名披露公演行ってみましょう。今日は1位から3位です。それでは襲名披露公演行ってみましょう。レッツゴー。それではこれから、私のランキングを発表したいと思います。私のランキング3つの基準があります。1つ目はこの私のドーパミンが上がったかどうか。いつも見た直後に皆さんに私の感想を話してるんで、忖度もできません。本音を言う、時に少し辛口になることもありますけども、今後もこのすぐ本音を伝えて点数をつけて順番つけるということを守りたいと思います。そして2つ目は私がもう一度見たいかどうかという観点で見ています。そして3つ目、私が歌舞伎初心者の方々、これから見る、そして少し見たけどどれを見ていいのかわからない方のためにきちんと歌舞伎としてまずは見せたい演目という観点で選んでます。以上、ドーパミン、そして私がもう一度見たいか、そして初心者の方に見せたいかどうかという3つの観点で選んでいます。でも最後は自分の目で、ぜひ見てください。それでは1位から3位を発表します。第3位は歌舞伎18番勧進帳です。今勧進帳が終わりました。最後酒に酔った弁慶が舞を踊る、延々の舞を踊る。そっからの團十郎さんものすごかったです。ぜひオペラグラスで團十郎さんのこの豊かな表情、鬼気迫る、そして安堵の表情を見ながら見てください。そして最後の飛び六方、皆にお礼を言う、富樫に礼を言う。後見には右團次さんも出てました。最後の爆発的なパワー、これが、團十郎さんのさすが本家本元の勧進帳という感じがしました。今月襲名披露の月ですけども、本当は談義祭ということで、やはり團十郎さんも見せる月ということがあります。勧進帳、実は去年も歌舞伎座でかかってました。その時は去年の9月に、これは高麗屋さんの幸次郎さんの弁慶と富樫は菊之助さん、新菊五郎さんでした。そして義経が染五郎さんでした。もうかかってたんですけども、さすが團十郎さんの弁慶すごかったです。ストーリーとしてはこの落ち延びていく東北に逃げていく義経一行、そしてあたかの関所を、これは團十郎さん演じる弁慶がリーダーシップを取ってくぐり抜けようとする、みんな強行突破すべきだという山伏たちをなだめて、で、頭脳戦で通ろうとする。そしてこの新菊五郎さんのクールな富樫対弁慶、この肝心を読ませるところ、その2人の息詰まる戦い、瞬発力で肝心の中身を読み込もうとする富樫、それをクッと睨む
弁慶、いやー美しい方ですね。こんな今日は、ちょっと驚きましたけども、続けます。まあただ正直言って團十郎さんのちょっと唇のこの紅の少し暗色の塗り方と表情で演技のしすぎ、ちょっとわざとらしいところがあるかなと。まあ非常にいい回数やってるせいもあるんでしょうけどもと正直言って感じるところもありました。そして義経を梅玉さんがやってます。梅玉さん、実は7代目の菊五郎さん、そして、先代の團十郎さんとも義経を梅玉さんやったことあるということですけど、やはりちょっと、おしわが目立って、というところもあります。ということで、中盤まで、は、それほど、心が正直言って湧き立たなかったんですけども、かずら桶で、酒を團十郎さんが飲み出す。結構周りで大丈夫かしらなんていう声も実は上がってました。まあそこからの酒を飲みっぷりの良さ、そして、最後の、酔ってからの踊り見事でした。まあ、正直言って、この音羽屋、新菊五郎の富樫、そして團十郎さんの弁慶、そして高麗屋の染五郎さんの義経で一度見てみたいなという気もします。ということで荒ごとの神髄を後半見たという勧進帳でした。ちょっと横の人力車が通ったんで、ちょっと人力車の方に、はい、インタビューします。はい、ぜひぜひアピールを。歌舞伎座さんで、公演中の、襲名式ですねで、宣伝って形で走らせていただいてます。5月の2日から6月27日まで歌舞伎座さんの前に来させていただいてます。実際に人力車で走るのは5月8日8日から、走ります。で30分のコース、60分のコース、いろいろあります。実際に築地まで行くんだ。築地まで行きます。築地本願さんの中に入って本堂の中、一回人力車から降りて拝観というか、僕たちが歴史とかいろいろご紹介したりとか、そういうコースがあります。面白そうですね。歌舞伎役所のようにかっこいい人力車のアピールでした。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。はい、どうも頑張ります。第2位は京香の子娘道成寺です。で今京香の子娘道成寺が終わりました。いやー、安珍になりたいと思いましたね。まあこんな美しい女性たちに愛されて追いかけられるなら、これは男としては安珍になりたい、そんな風にちょっと思ってしまいました。8代目、菊五郎さん、そして玉三郎さんというこの美しい2人に加えて6代目の菊之助さんも立派に踊りました。全然引けを取ってないと思います。ただそれぞれ味わいは違うし、とても舞台は工夫されていたと思います。最初、すっぽんから出てくる、それは新菊五郎さんと菊之助さんの2人で出てきます。で花道も歩くんですけども、踊りながら2人で同じ動きじゃなくて、実は、逆向きの回転をしたりということで、いろいろ変化が加わってました。その後玉三郎さんも出てくるんですけども、玉三郎さんは上手側、そして、親子の2人菊五郎さん、菊之助さんは下田側へということで、この広い歌舞伎座の舞台うまく使ってるんですけども、なかなか誰を見ていいのかということで結構、目が忙しいです。そしてオペラグラスで細かいところ見てると、嬉しい悲鳴という感じがしました。そして一番
盛り上がる口説きのところ。口説きのところは、これは八代目菊五郎さん一人でした。確かに悩ましい踊り、唇に手ぬぐい加えて、で昔を思い出しながら色っぽく首に巻きつけたり文字を書く、そこは、菊五郎さん一人でやってました。あと手まりのところですね、ここは非常にアクロバティックなんで、ここは逆に菊五郎さんと菊之助さんの2人でする。そしてそれが終わってから玉三郎さんが一緒に踊るというような工夫も見られました。そして、3人、少しずつ味わいが違うと思います。玉三郎さんは結構、背も高いし、首も長いという美しさで、結構直線的に踊ってました。ただ、指使いとかはとても、しなやかだと思います。うまい。そして菊五郎さん結構、体をしならせながら、踊っていたというこの女の色気を出してました。そして菊之助さんも、背がもちろん、小さくて可愛い。そして、直線的なんですけど、しなるところは体がものすごくしなるという、それぞれ、味わいが違うんで、そこら辺もよく見てください。そして最後はどういうふうに終わるのかなと思ったら、鈴太鼓の後、3人手をつないで、そして鐘に登っていく。一番最初は菊之助さん、そしてその次に菊五郎さん、そして最後に玉三郎さんが追いかぶるように、そして最後は安珍への怨念をそれぞれ込めて睨みます。途中その睨んだ怖さみたいなものは玉三郎さんが圧倒的だったような気がします。ということで、安珍になりたい、この、恋の執念で追っかけられて最後、火あぶりにされても、そんな男の夢というのもあるかもしれません。ということで、本当に菊之助さんすごいこの複雑な踊りを見事に踊り切りました。そしてそれぞれ3人の良さが出るという素晴らしい京鹿の子娘道成寺でした。場内割れんばかりの拍手で終わりました。そして栄えある第1位は弁天娘夫の白波です。おめでとうございます。今弁天小僧尾上の白波が終わりました。いやー、バラエティに富んでいて面白かったですね。本当に物語としてもこの役者の演技としても見どころ満載でした。親子でのダブルキャストもありました。とにかく一番最初は浜松屋の場、そこで、8代目の菊五郎さん、お山も立ち役も両方ともやる菊五郎さんならではのこの弁天小僧、その面白さがあります。そして次の稲瀬川勢ぞろいの場では、ここでは菊五郎さんの息子さんの新菊之助さん、あとは新之助さん、團十郎さんの息子の新之助さん、あとは眞秀さん、亀三郎さん、梅子さんという、平均11歳という子供たちが見せます。そしてその後はまた大人に戻って、今度は極楽寺の上で、菊五郎さんが誠実に戦います。最後は三門、そして滑川の横ということで、日本大門の團十郎さんが締めます。そこに7代目菊五郎さん、8代目菊五郎さん、
が出て大団円を迎えました。いや本当にこの投資で、見られるというところで一幕見席で見る方ぜひお勧めします。この稲瀬川、私の家のほとり、私稲瀬川のほとりに住んでますけども、稲瀬川で5人の、ちびっ子たち、年齢を言うと、菊之助さん11歳、亀三郎さん12歳、梅子さんなんと9歳、そして眞秀さんと新之助さん12歳です。そこ結構見どころなんですけども、そういう意味では眞秀さんとか、南郷力丸大丈夫かなという気がしましたけども、実は立派でした。南郷力丸のこの荒々しさ、そやな雰囲気も、髪を少しざんばら刈りっぽくして、そして5人並んで傘を使っての見栄がかっこよかった。ダイナミックでした。そして弁天小僧、この菊之助さん、娘道成寺の時よりもこっちのやっぱり立ち役の方が似合ってるような私は気がします。そして忠直利兵の亀三郎さんも声が大きくて堂々としてました。赤星十三郎の梅子さん9歳と小さいけどこの傘も重いだろうにしっかりしてました。そして、日本大門新之助さん、先頭を切ってやってました。そして最後のこの極楽寺、いやそこのこの菊五郎さん、だんだん、追っ手が次々に襲いかかって、疲れてきてるんですよね。その中で、このだんだん髪もほつれ毛が出てくる、疲れが見えるんですね。でもそこが美しいというか悲しい美しさがあります。途中ちょっと髪をかき上げながら必死で戦う姿、いや胸にジーンときます。この中で、胡蝶の皇后というのが出てきます。これ実はその前の物語には出てきてないんですけども、弁天小僧が信田小太郎になりすまし、小太郎の言い名付けの千住姫から騙し取るというこの皇后、お香の入れ物だそうです。それを最後、川に落とす。そして責任を取って自分で腹を切る。なんと美しい菊五郎さんだ。で岩洞返しで極楽寺の屋根がひっくり返っていく。そこから現れるのが團十郎さんだということで、團十郎さんも追っ手に捕らえられようとするんですけども、バンバン見え、そして目力を使って跳ね返します。最後は、菊五郎さん、四代目菊五郎さんの青と藤綱に、その皇后を見つけたということで、腹を切るということだけでも助けられます。横には8代目の菊五郎さんがいるということで、逃がして、終わりということでした。実は今この極楽寺とか稲瀬川の辺り、江ノ電でいうと長谷の辺り、極楽寺の辺りですけども、テレビドラマの続々最後から2番目の恋というので、いろいろ同じ場所が映ってます。いつも極楽寺駅出てきてます。そういう意味ではまさに今の時代のこの辺り、白波たちが活躍した辺り、そしてこの、彼らの時代、弁天娘、夫の白波の時代、川竹黙阿弥の時代、いや見比べると面白いんじゃないでしょうか。ということでまだまだ語り足りないですけども、弁天娘、夫の白波のレポートでした。楽しかったということで、本当に
6月ですけども、6月19日に今度は常盤津馬英太夫さんの講演会を予定してます。テーマは観客に見せない役者と演奏者の内緒事です。よろしければ、常盤津清本、そして浄瑠璃系だと竹本、あと長唄、なかなか違いとか難しいところがあるんで、ぜひ直接話を伺えると皆さんの絶対知識になると思います。今後の歌舞伎を楽しむ糧にもなると思います。ということで、歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。今日は2日目ですけど、5月歌舞伎座からお届けしました。それではまた一緒に和の生活、和の伝統芸能を楽しみましょう。それではまた。